こんにちは。武器屋の店主のフランです。ニンニン。拙者は忍者のユウちゃんでござる。ニンニン。ユウちゃん、勇者から忍者にジョブチェンジしたの？クリスタルのかけらを拾ったら、ジョブチェンジできるようになり申した。二刀流のスキルを覚えて、スターバーストストリームを覚えるでござる。ニンニン。鍛錬が必要ね。その後に無限四刀流も覚えるでござる。無限四刀流は、覚えても無駄な努力になる可能性が高いわよ。今回は、忍者の使った武器や道具を解説していきましょう。少し前の動画で、手裏剣の解説をしたんだ。今回は手裏剣以外の武器ってことだね。そうね。忍者が使う武器や道具は忍器と言います。私は、忍者といえば二刀流のイメージがあるけど、実際にはどうなんだろう？実際に、忍者が二刀流で戦ったわけではありませんが、刀と鞘を両手に持って戦ったり、鎖鎌や鉄鋼鍵のように、両手を使う武器もありました。ふんふん、やはり器用に戦ったんだよね。忍者の仕事は、諜報活動や破壊工作、奇襲攻撃や暗殺などです。正面を切って敵と戦うわけでもありませんし、敵と遭遇したら基本は逃走。忍者が使う武器や道具は、効率よく任務を行うための工夫がされています。どんなアイテムなのか気になるところだ。忍者はとにかく戦闘以外の才能や努力が必要とされる仕事です。戦うだけのジョブじゃないってことか。そうよ。演奏や演技力、コミュニケーション能力、空気や天気を読む能力も必要です。そしてもちろん、体力、戦闘技術も鍛錬しなければなりません。スーパーマンじゃないですか。さらには、犬や猫の鳴き声まで習得する必要もありました。YouTuber になれそうだ。きっとなれるわよ。忍者に関しては何回かに分けて解説動画を作っていこうと思います。まずは忍者の忍び装束から見ていきましょう。忍び装束ね。やっぱり忍者って、忍者っぽい格好をしていたの？確かに忍者は忍者っぽい格好をしていました。でも、忍び装束の大事なところは、周囲に溶け込むということです。周囲に溶け込む？真っ暗な夜であれば、よくある頭巾をかぶった衣装は闇に溶け込んで都合がいいです。でも、忍者は昼間に活動することもあります。あからさまに忍者っぽい格好をしていては、あいつ忍者か、と疑われてしまいます。確かに。目立ったらやばそう。人の目がある場合も想定して、忍び装束を選ぶ必要があります。小人気という忍者の秘伝書によりますと、茶色、紺色、藍色、柿色などがいい、と書かれています。ピンクの忍者はいなかったのかな？多分、いないと思うわ。林やペーパーの家に侵入するには都合が良さそうだけど、そこしか使えねえじゃん。茶色や藍色は、当時の人がよく身につけていた色なので、目立ちにくいのです。忍ぶことが大事なんだね。地方によっても着物の色に違いがあったので、それを元にして色を選びます。なるほど。忍び装束に特別な規定はありません。任務をこなすのに支障がなく、目立たなくて動きやすければ何でも OK です。ただし、忍び装束にはいろんな道具を隠し持つための工夫がされていました。流派によっても色々あるかと思いますが、人体の急所を守る部分にはポケットがありました。急所？アイテムを入れるためのポケットですが、ポケットの中に鉄製の手裏剣などを入れておくことで防御できます。ああ、なるほど。ポケットに入れた懐中時計が銃弾を防いだ、みたいなやつですか？そんな感じね。心臓や鉄鋼、足首などの急所にはポケットがありました。おちんち、それから帯にも工夫がありました。スルーされた。普通の帯ですと、端と端を手に持たないと結ぶことができません。忍者の帯は違うの？忍者の帯は輪っかになっていました。丸ぐけという太い紐みたいな帯です。これは現代の振袖でも巻いてるような帯だよ。忍者の帯は裏も表もありませんし、端もありません。輪っかを持ったらそこが帯の端になります。このまま輪っかの反対を持ち、そのまま紐が二重になる状態で帯を結びます。この帯じゃなきゃダメなの？輪っか状の帯なら暗闇で見えなくても簡単に結べます。普通の帯だと端っこを探すのに時間がかかるからね。そっか、輪っかの帯なら暗闇でも結びやすい。忍者の仕事はスピードが命なのよ。明らかに戦闘が予測される任務においては、特に防御を重視して鎖片びらも装備しました。これはすごく忍者っぽい。重さは5キロから15キロほどだそうです。天下一武道会に出るためには
これを普段から装備した方がいいかもね。そして頭巾です。頭巾はほどいて伸ばすと長さは2メートルくらいあります。これは表情や正体を隠すためのものですが、他にも包帯やロープの代わりにすることもできます。便利で無駄がないよ。それから羽織を上から着たりもしたそうです。この羽織はリバーシブルになっています。裏表で違う色になっていて、裏返して着ることで別人を装うこともできました。いろいろ工夫しているんだね。忍者の履くわらじにも工夫があって、裏側には鉄製のスパイクがついているものもあったのよ。壁を登ったりするときに役に立ったのね。前に手裏剣については学んだけど、刀とかはどんな感じなの？いわゆる忍び刀という刀があるわね。これは狭い室内でも使いやすいよう短めの刀です。振り回すことよりも一つ攻撃を重視しているため、反りのない直刀になっています。一つ攻撃がメインなの？狭い場所では刀を振り回すことが難しくなります。でも一つ攻撃ならば狭い場所で効率よく敵を倒すことができるわね。確かに。ゲームなんかだと狭い室内でもブンブン刀を振り回しているけど、実際はそうはいかないもんね。また、仕込み杖という隠し武器も忍び刀の一つです。仕込み杖は携帯には便利だが、強度はまるでおもちゃだ。と、斎藤はじめが言っていた。ただ、忍者が常に忍び刀を装備しているかというと、そうではないと思います。忍び刀を持っていることで、あいつ忍者かと疑われてしまったら元も子もないからです。忍び刀じゃ、忍べない？普通の日本刀よりも短いとか、反りがないとか、その辺を見破られないように、上手に武器を選んだと思います。忍者は身分を隠すことが最重要なんだね。忍者の使う刀と、その戦い方は、とても特徴があって興味深いです。忍者専用の技があったの？いろいろありました。状況や地形に合わせて、いろんな技を使います。ここでは下げ穴術を解説しましょう。下げ穴術？忍者が忍び刀で使う技です。忍者の剣術、こいつは興味深い。下げとは、刀の鞘についた紐のことです。忍び刀には下げがついていました。紐か、それを使った7つの術ってこと？そうよ。一つずつ説明していきましょう。忍者の使った下げは、伸ばすと3メートルくらいあり、結構長いです。だいぶ長い。この下げをうまく使いました。一つ目は釣り刀の術です。これは、戦闘術ではなく、壁を登る術です。刀を踏み台に、尺を稼いで高いところを登るのです。刀を踏み台にした？鞘には下げがついているので、上から下げを引っ張って刀を回収できます。頂点統制？雪代絵西みたいな技を使いおるわ。下げは普通に縄のように使うことができたので、とっても便利でした。使い手の自由な発想で、どのようにでも使えます。すごくいろんな使い方ができるね。例えば、敵を縛ったり、止血に使ったりもしました。これが2つ目、捕獲の術です。普通に縄として使えるってことだね。3つ目、旅枕の術。旅枕。忍者は、常に誰かに狙われている可能性もあります。寝るときは無防備になるので、警戒しながら眠るわけですが、忍者に安息の日はないのか。この時も下げを使いました。2本の刀を下げでつないで、下げを体の下にして眠るというものです。こうすれば、敵に刀を奪われることはありません。刀を引っ張る気配があったら飛び起きて攻撃するんだね。この術を使っても、寝込みを襲われたらどうしようもない気がしますが、最大限の用心をしたということでしょう。4つ目は野虫の陣張りです。これは野宿をしたとき、下げを使ってタープを作るんです。おお、これはアウトドアの技だ。忍者はサバイバル術も訓練する必要があります。忍者って何でもできるんだね。使えるものは何でも使う。あらゆる状況に最善の一手を打つのが忍者です。残りは戦闘に関する術です。5つ目は用心縄の術。これは部屋の出入り口に下げを張って相手が転んだところを攻撃します。敵が足を引っ掛けて転んだところを攻撃するのか。これはなかなか使えそうな技だね。現代のように照明器具が発達しているわけではありません。よほど警戒をしてない限り引っかかってしまうでしょう。忍者を相手に正面から攻めるのは危険だ。6つ目、ザ探しの術。これは暗闇や視界の悪いところで役に立つ術です。
どんな術だろうか。これは、口で作業を噛み、刀から鞘が落ちそうになるギリギリのところで支えます。こんな変な格好で何ができるというの？暗闇で周りが見えないとき、触覚に頼るのが確実でした。この状態で敵がいるかどうかを探します。鞘の先っぽが敵の体に触れたら、口から作業を離して、鞘を床に落とします。そしてそのまま、不気味の刀を敵の体に突き刺して攻撃するのです。なるほど。見えない敵を索敵するのに使ったんだ。また、襖や壁の裏側に敵がいないかを探る場合にも使います。壁の裏で敵が待ち伏せしてるかもしれないってことか。7つ目は、槍止めの術ね。槍止め？槍と戦った時に使う術？そうなのよ。この術は、刀と鞘を作業でつなぎ、二刀流にして戦います。刀と鞘って双竜戦ではないですか？残念ながら、双竜戦ではないです。槍をかわした時に、作業で槍を縛り、槍を封じる術です。途中で、刀と鞘を持ち替え、作業を交差させて槍を縛るのです。この後、刀で攻撃して敵を倒します。これは難しそうな技ですな。うまく槍をかわせたらいいんだけど。訓練ね。以上が作業7術です。忍者って、すごい技を持っているんだね。作業があるだけで、かなり柔軟性のある戦闘が可能になりますね。また、忍び刀の鞘は頑丈にできていました。敵の刀を鞘で受ける想定をして作られています。鞘が盾の代わりってことか。忍者がお屋敷に潜入するとき、土入りの大事という心得があります。何ですかそりゃ。昔の武家のお屋敷は、出入り口が小さかったのよ。それはもう、かがんでないと入れないくらいに。正面玄関も小さかったの？さすがに正面玄関は大きいと思うんだけど、忍者が正面玄関から入るとは思えません。正面の守りは硬かったはずよ。そっか。武家のお屋敷では、侵入者ありと気づいたら、戸口の裏で待ち伏せました。そして、戸口から入ろうとしたものを、上段構えから刀を振り下ろして始末したのです。中に入った瞬間に切られる？そこで戸入りの大事です。その方法は、背中に納刀した刀を背負って、後ろ向きに屋敷の中に入ったのね。敵に背中を晒すの？鞘で防御しているので、敵の攻撃を食らっても致命傷にはなりません。すぐに攻撃できるように刀を抜ける状態にしているのです。そういうことなんだ。もちろん、敵が待ち伏せしていなければ何事もありません。敵がいると想定した上での戸入りの大事です。背中の傷は忍者の恥にはならないんだ。生還できる確率を少しでも上げようとする技に脱帽するよ。耐性も、流飲の力もないのよ。はい。忍者のゆうちゃん。忍者は歴史が深く、飛鳥、奈良時代には存在していたと言います。そんなに古くから？忍者という言葉がなくても、諜報活動をする人たちはいたはずです。ただ、飛鳥時代の頃には、忍びという言葉があったようです。そうなんだ。源平合戦で有名な源義経も忍者と言われています。マジで？どこまで真実かはわかりませんが、義経は忍びの技を習得したと言われています。義兄流という忍術の流派が実際にあります。へえ、そうなんだ。そのあたりについても順番を追って解説していきましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。ボイキャスもよろしくね。